次に売り主の重要性についてお話ししたいと思います。まず最初に、マンションを買うときに管理を変えとか、ゼネコン調べろとか、いろんなことを言う人がいるんですけれども、そんなことよりも何よりも売り主の方が大事です。最も重要なのは売り主で、なぜかっていうとですね、施工ミスがあった場合でも、施工した会社、建設した会社がそれを負うんではなくてですね、売り主がその責任をある程度負ってくれるわけですね。で、その意味では一番重要なのは売り主なんですね。で、過去において、例えば施工ミスがあった時に建て替えをしてくれるっていう売り主は、大手財閥系だったら建て替えてくれてるわけですね。で、ってなると、自分たちの瑕疵を認めた上で、それの、補填をしてくれるという意味では、一番安心できるのが売り主なんですね。それは施工も含めてやってくれるっていうことであります。その意味で売り主の評価とか、中古になった時の値下がり、値上がりの率、それから住み心地というのは、売り主をまず調べなければいけないということになります。これが最も重要。で、施工会社はもちろんいいに越したことはありませんし、財務状態がいい会社の方がベターです。で、それはなぜかっていうと、施工ミスがあった時に自分でケツを拭えるかって話ですから。で、それが拭えない会社っていうのはありますよ。潰れちゃう会社。で、そんな会社が、背負っていたりすると、結構悲惨なことになります。その意味では施工会社もある程度大事ですけれども、どっちかといったらこっちの方が大事ですね。で、管理会社はいくらでも変えられるので、自分たちが変えようとまで変えられます。なので、ここをそんなに重要視しなくても、いざとなったら変えればいいじゃないですかって話になります。で、その意味では最も重視すべきは売り主です。売り主をどこを選ぶかというのが非常に重要になってくる。売り主は何を保証してくれるんですかっていうと、大きく2つあります。1つは、アフターサービスで2年間あります。この2年間の間に、なんか不具合があったりだとか、それは占有部分も共有部分も不具合があった場合には、それを直してくれるっていう話になります。なので、これがちゃんとした会社であるとちゃんと対応してくれます。もう一つ、貸し担保責任っていうのがあって、施工ミス含め、なんか重大なミスがあった場合に、財務状態がいいところはそれをカバーしてくれます。でもそれがないところは勝手に倒産されてしまいます。で、大手の売り主の資産性が高いのかどうか。で、それは相場よりもどのくらい高いかというのを並べています。それが、相場よりも高いかどうかというのをこのパーセンテージで表しています。例えば三井さんであれば 4.7% 相場よりも高いという話です。普通の相場感でいうと100のものが104、105% ぐらいの値段で出てくるということ。その意味では、売り主さんはその分高いって話になるのかもしれません。ですけど、中古騰落率っていうのは皆さんが買った後に値上がりした率ですね。それは 12.5、11.4、9.7、7.1、5.3、3.6、1.6。で、ここまでメジャー7で、メジャー7平均は 9.1。で、すべての物件の平均値が 6.2。ということは、これが大体シェアでいうと 45% ぐらいなので、7社以外のところの平均値は大体 3% ぐらいって思ったらいいですかね。で、そうやって考えると、それよりもかなり値上がってますよねっていうことが言えるわけです。なので、相場よりも高いけれども、自分たちが買った値段よりも上がるって意味では、大手の方が安心ということは言えると思います。そうすると、これを合計すると、これがブランド価値みたいなものなので、ブランド価値はこうなります。みたいな話になります。で、なので大手の売り主の資産性が高いかと言われたときに、相場よりも高いっていうよりも、中古の皆さんが買った値段よりも値上がったかっていうところに着目した方が、ここに着目した方がいいんじゃないんですかと思います。それ以外に、売り主の資産性をうちがプレスアップしているものがあります。これは、売り主の中古騰落率を築年で割ったものですね。なので1年あたりでっていう話にするとどうなるかっていう順位でちょっと変わってきます。で、新日鉄工和さん、三井不動産レジデンシャルさん、東急不動産さん、住友商事さん、伊藤忠都市開発さんとかなったりしますと。で、これ関西に行くと阪急不動産さんが強いですみたいな話になっていて、で、これは1年間の中古騰落率なので、築年数が3年であれば 15% ぐらいで上がってるって話になってきます。
で、中古になって値上がり幅が大きい物件が多い売り主の方が安心ですよね。